はい、気持ちの良さ分かるよね。最高の出来上がりです。かわいい。かわいいですね。こうロン毛だよ。タクシー代わりにトラックで行こう。このサービスないよ。アメリカのところや見てる方がいるならちょっと見てくださいよ。暑いな、外はね。外にも出たくないんだけど、正直にさ、はい、いつも日本に来る前に、はい、髪の毛カットしてくるんだけど、はい、今回はねアメリカで時間がなくて、見てこの状態。今久しぶりにこうロン毛だよ。俺にとってもこれロング毛だよ。ロン毛もうワイルドアメリカだよこれは。なのですっきりしたい、はい、あまり外に出たくないんだけどすっきりしたい。タクシーを拾って、今から散髪屋なんかこの辺新宿にないかな。なんかじゃあちょっと探してみますか。探してもらっていい？タクシーはここで拾えるのかな。そうですね、ちょっと曲がって。あれニーノ、はい、何あれ？どっかで見たことあるトラックじゃないですか。見たことあるトラックじゃないのあれは。よりも、はい、このトラックは永井さんのトラックじゃないの？いや間違いないと思います。新宿に？歌舞伎町に？ちょっと待ってよこれは。いや当たりじゃないですか。永井さんのトラックだよ。当たりじゃないですか。永井さんのトラック。あんまりにも偶然すぎるんだよこれは。久しぶり。永井さんだよ、永井さんの。今タクシー探しに行こうとしたら床屋に行こうとしてるんですよ。見てこの髪の毛。床屋探しに行こうと思ったんだけど。一緒行きます？いいですか？行きましょうよ。いやタクシーよりいいでしょこれで。床屋探しにのこれで行こうか。永井さんとタクシー代わりにトラックで行こう。床屋探しにいいね。これ一つの楽しみです。日本はねいいんだよ、細かい。バリカンはアメリカもう全部バリカンはね、あれマシンでこうやるんだよな、型で、手でやることはないです。早く回転させたい人入れて、バリカンで他でもうパパパパッと仕上げて洗わずそのままはいさようならっていう感じの、でもそれでもねそんな安くはないよ。最近のああいう感じのカットでもアメリカで20ドルとか27ドルとか2500円とか3000円とかのレベルなんで、だったらもうちょっとね丁寧に今やっていただいてるようにこうちょっとでもねそれに近い感じでやってほしいなっていうのはあるんだけど、しょうがないんだよね。それはもうアメリカのそういう床屋はそういう感じだっていうのはね、スーパーカットっていうところとかああいうなんか工場みたいな感じでね人が入ってきてはい次サービスの面があんまりないっていうことなんだよね。だから日本の床屋はすごい素晴らしいなと思う。よりも床屋もアメリカもやっぱり年寄りの方がずっと昔からやってもうすぐ人がいなくて、そこもなくなっているこう床屋がもう消えてるんだよね。やっぱりねこれから床屋になろうとしている若い人いますか？少ないですね。少なくなりましたね。なんか学校の生徒がもう少ないらしいです。残念ですねそれは。じゃあいずれこういうねカットの仕方とかなくなるのかな。若い人だもねこの良さ、この床屋の腕の凄さとかも分かってもらいたいな。で求めてる私みたいな人は私だけじゃないと思うんで、これからずっとこれやってもらいたいっていうね人がいっぱいいると思うんで、若い日本人の中でもできる人がいっぱいいると思う。かわいい。かわいいですね。この時の子供の時は床屋です。そうでしょ。床屋で。そうだよね。若い男の子。
はね、その時の切った髪の毛を取っといた。撮ってないです。俺のその時の髪の毛あるよ。あ、本当ですか。うん、お母さんがね、はい撮ってくれて、あ、そうなんですか。アルバムに写真と一緒に入れたのが当時のはいはい何歳だったのかな、い随分ちっちゃい時にこう、はい怖いんだよね、最初やっぱりな、怖いですね。泣くんだよね、はい。でもそれを取っておいてくれて嬉しいんだよね、小さい頃このバリカンの音でバッて嫌がってた人が怖いよね、うん、バリカンの音もそうだし、はい環境もやっぱりちょっと怖かった、はい。それが覚えてるよ、その床屋の名前ジェリーさんだったジェリーザバーバーって言ってみんな言ってたんだよね。気持ちの良さわかるよね。おばさんたちが行くところは後ろからこう、これ最初ちょっと慣れるまで時間かかったんですねっていうりょうちゃん、これマッサージ。これ気持ちいいですか。このサービスないよ、はアメリカの床屋にないよ。アメリカの床屋見てる方がいるならちょっと見てくださいよちょっと勉強してくださいよこれりょうちゃん、い。この音がいいよね。いいですね。それ最高音がいいですね。音はいいよ、言おうとしたのはこう、まずはこうちょっと高いんだよね、アメリカは日本より高い床屋はね。でサービスがちょっともう少ない、これと比べると。でもね、最後にアメリカはチップ、何でもチップ制度じゃないですか、こう結構ね、レストランとかに行ったらウェイトレスとウェイターに、アメリカの場合は床屋も漁師もチップで、もう最後に例えば2000円だとしたらね、それにまたプラス500円とか、その個人でこうやってくれたその方にそれをまた別で、お店に例えば20ドルやるとしたら5ドルのチップを床屋に直接渡すことは、これはアメリカンスタイル。タクシーもそうだし、最近のウーバーもチップもいるし、床屋、漁師などなども。でも床屋は一つなんです。みんなこう一人一人は個人でこうなんか動いてるようなもんで、お店の看板の下でもでチップがみんなね欲しいわけです。置いていかないと怒られると思う。今度多分髪の毛はとんでもないことになるかもしれないなやられちゃうああ、いいですね、ありがとうございます。いや、最高です。最高のサービスと最高の出来上がりです。もう幸せですよ、本当に嬉しいです。はい、すいません、お疲れ様。ありがとうございます。ああ、最高。どう、りょうちゃん、決まりました。かっこいいですね。変わった、スティーブは。はいはい、お世話になりました。ありがとうございました。また日本に来た時にまたよろしければお邪魔させてください。またその時までは我慢してロン毛で来ますので、またよろしく。外国人の方にも一つのメッセージをお送りしたいと思うんですが、英語通じない床屋が多いと思うんです。こちらも英語はあんまり通じないと思うので、写真でインターネットで写真を持ってきて、ね、日本の床屋さんに見せて、こういうふうにお願いしますって言えばその通りでやってもらえると思いますので、一つのポイントです。こういう床屋のもうやってる方がどんどん少なくなってきてる、みたいですね。なので若い人に一つのアピールしたいところは、若い男の子、女性でもそうだと思うんだけど、覚えてください。これはね、ずーっと需要があると思う。髪の毛がもうずっと伸びるもんなんで、ね、人間がいる限りは髪の毛をカットしなきゃいけないことなので、これを覚えておいた方がいいと思います。腕で手でこうやることが非常に重要なことだと思うので、これからの日本のため、これからのアメリカのためにもプラスになると思いますので、一つのポイントですね。うちのチャンネルはサムズアップです。ありがとうございました。では次回まで。